今回はバレーボールのレシーブ、アンダーハンドパスについての分析・解説をしていきます。レシーブ指導でよく耳にする面をセッターに向けろ、ボールをよく見ろ、一歩を出せの3つについて詳しく掘り下げていきます。これらは全て状況によって正しくもあり、間違ってもいます。表現が曖昧すぎるのです。レシーブの基本をしっかり理解したい方には、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。この動画の流れはこちらです。レシーブの基本姿勢。面をセッターに向けろは間違い。ボールをよく見るほど軌道が読めない理由とは。なぜ一歩が出ないのか。概要欄に途中からでも閲覧できるリンクが貼ってありますので、飛ばしてみたい方はそちらからどうぞ。では早速いきましょう。まずは基本姿勢から説明します。手の形は手の指を重ねて親指を揃えます。肘の関節が向かい合わせになると前腕部がボコボコになるので、しっかり肘の関節を上に向けましょう。肩甲骨を上げるようにすると腕を寄せやすくなり、手首から肘のあたりまでくっつくので、より平らな面を作ることができます。平らな面の面積が大きければ、多少ボールがずれてもミスを減らすことができます。また、肩甲骨を上げてボールを受けることで、ボールが当たる瞬間も視界に入りやすく、正確に上げることができます。足幅は肩幅よりやや広く、膝を曲げて腰を落とします。足を真横に開くと前後が不安定になりますので、どちらかの足を一歩前に出します。これが基本的なボールを受ける時の姿勢です。そしてボールを受ける前の姿勢は、肩はリラックスして手は組まずに胸の前に構えます。この姿勢から先ほどのボールを受ける姿勢に持っていき、肩甲骨を上げながら下から上に軽く腕を振ります。その際、前腕部をできるだけ平行にしたまま手を組んで打つようにするとミスが減ります。このように前腕部の角度が大きく変わるように腕を振ると、タイミングがほんの少しずれるだけでもボールをコントロールできなくなります。ボールが飛んでくる角度に対して前腕部の面をほぼ平行移動させ、振り幅は小さく、打った瞬間に止めるようにします。打つ前は腕をリラックスさせ、インパクトの瞬間にぐっと力を入れて腕を固めるイメージにすると、腕の振り幅が小さくてもボールはしっかり飛びます。前腕部をできるだけ平行移動させてレシーブするコツは、下半身と肩甲骨をうまく使うことです。例えばサーブボールが思ったより上に伸びてきた場合などは、下半身を伸ばしていきながら肩甲骨を上げていくと、かなり広い範囲でも前腕部を平行移動させることができます。また、思ったより下に落ちた場合は、膝をしっかり曲げて前腕部の角度を保つようにします。このように腕だけで上下のボールを拾おうとすると、前腕部の角度が変わり、ボールをセッターに返すことはできなくなります。レシーブで大きく返したいときには、腕を大きく振る動作も必要にはなりますが、基本的には軽く振って止めるイメージで、下半身と肩甲骨を使うことを覚えましょう。レシーブは何といっても面を作ることが最重要です。受ける瞬間に正しい面さえ作れれば、ボールは勝手にセッターの方へ飛びます。では、この面の角度について分析してみましょう。よく耳にするのは、面をセッターの方へ向けろというものです。では、ボードを使って面の角度をセッターに向けてみましょう。これではセッターに帰りませんでした。セッターにボールを返すには、ボールが飛んでくる方向とセッターの中間に面を向ける必要があるのです。物理的にはそれでちょうどセッターにボールが飛んでいくのです。ちなみに何人かレシーブが上手な選手に聞いてみましたが、皆さんが面をセッターに向けるようにしていますと話していました。実際にはスパイカーとセッターの中間に面を向けているのにもかかわらず、セッターに面を向けていると思っているのです。この認識と体の動きのズレは、多くの初心者にとっては上達の妨げになります。センスの良い選手はなんとなく体が動いて感覚的に身につけることができますが、認識と体の動きにズレがあるというのはどんなスポーツでも百害あって一理なしです。状況によってはミスが起こりやすくなり、自分でも今のは何が悪かったんだとわからなくなってしまうのです。認識のズレをなくすためにも、ボールの飛んでくる方向と腕の面の向きによってどのようにボールを返球できるのかを正しく理解していただきたいと思います。サーブレシーブでボールの軌道が読めず、落下点に入ることができないことがあります。その際、よく耳にするのが、ボールをよく見ろという指導です。確かにボールをよく見る必要はあるのですが、よく見て軌道を読むには重要なポイントがあるのです。それは頭を動かしてはいけないということです。わかりやすくするために極端な例を作ってみました。
まずこれはボールをカメラの中央に捉えた動画です。ボールはよく見えますが、ボールの軌道はイメージが湧きにくいです。そしてこれがカメラを固定したままボールを捉えた動画です。こちらの方がボールの軌道のイメージが湧きやすいと思います。これはカメラではなく、実際に目で追う時も同様です。頭を動かしてボールを視野の中央で捉えようとすると、ボールの軌道は読みにくくなります。そして頭を固定したまま目玉の動きだけでボールを見た方が、ボールの軌道がわかりやすくなるのです。これは周囲の景色との対比によってボールの軌道がよく見えるためです。それと同じ理由でコートの中でボールを見るより少し離れた観客席からボールを見た方がボールがどこに落ちるかがわかります。傍から試合を見ていると、なんで今のボール取れないの？下手だなとか思うわけです。ですので、例えばサーブボールを見るときは顎を上げすぎずに頭をできるだけ上下に動かさずに目玉だけでボールを追うようにしましょう。そして目玉の動きだけでサーブを打つ人からボールの最上部、そしてレシーブで受ける瞬間も視界に入るようにすると良いです。実際にやってみるとよくわかりますが、頭を動かしてボールを見るより、できるだけ頭の位置を固定したままレシーブをした方が間違いなくミスが減ります。そういった意味でもボールの見方も重要になるわけです。ちなみにレシーブの腕とボールが当たる瞬間は目線はコート全体に向けつつ視界にギリギリ入っているという状況が最もミスが減ります。あとは相手のボールを打つ際の力強さなど、ボールだけでなく相手の打ち方もよく見ておおよそのボールの勢いを読みます。このように相手の打ち方もボールの軌道もよく見る必要はあるのですが、頭の上下ではなく目玉の動きでボールを追うのがよく見るということなのです。レシーブの精度を上げるにはフットワークもとても重要です。ボールの落下点にいち早く入ることができればレシーブの成功率はぐっと上がります。そのため足が動かせずにボールに手が届かない時には一歩を出せと言われるわけです。では次のレシーブミスを見てみましょう。手前にボールが落ち手が届いていません。一歩前に足を出せればボールを拾えそうに見えると思います。しかしこういった強打レシーブで一歩を出せと指導するのは間違っています。なぜならこのような状況で一歩を前に出すのはほぼ不可能だからです。相手がボールを打ち、ボールの軌道が見えるまで約 0.1 秒、そして人間の反応速度は約 0.2 秒、一流選手でも 0.1 秒以上はかかります。反応してから一歩を出すにはさらに 0.3 から 0.4 秒はかかります。トータルすると一歩前に出るには早くても 0.5 秒は必要なのです。スパイクは打ってからボールが床に落ちるまで約 0.3 から 0.4 秒ですので、手前と分かった時に足を前に出そうとしても人間の反応速度では間に合わないのです。ですのでこういう強打のケースでは一歩を出せというのは間違いなのです。ではどうすればよいのでしょう。その答えはもう一歩前で構えろです。これはスパイクを手前、中、奥に打ち込んでもらった動画です。先ほど構えていた位置がここです。それを一番手前に手が届く位置に構えたとしても、足を動かさずに奥のボールにも手が届きます。ちなみに左右のボールに対しては足幅を広くして腰を落としていれば十分反応できます。足幅を広くして腰を落とした姿勢の場合、前後の動きには約 0.5 秒はかかりますが、左右の動きは約 0.3 秒で動けるのです。つまり強打を取れるかどうかは相手が打つ直前の位置取りにかかっているのです。ただしフェイントは別です。強打が来ると思い構えていたところにフェイントでネット際に落とされた時などはズドンと床に打ちつけるのと違い、ボールが床に落ちるまで約 0.6 秒かかります。またバックアタックやサーブにおいても少し距離がある分、相手がボールを打った後に足を動かして反応しても十分間に合うスピードです。これらをまとめると、相手が打ってから一歩が出せる状況はネット際からの強打では左右のみ、フェイントやバックアタック、サーブなど相手が打ってから自陣のコートに落ちるまでに 0.5 秒以上ある状況では前後にも一歩を出すことが可能です。そこをはっきり区別して考えていただきたいと思います。基本のフォームは前腕部の面をできるだけ平行移動させるのが重要です。面を向ける方向はボールが飛んでくる方向とセッターの中間です。ボールをよく見るには頭をできるだけ動かさずに目玉で追うようにします。そして手前に落ちる強打を取れるかどうかは相手が打つ直前の位置取りにかかっているということでした。
ちなみにフェイントやサーブレシーブなどにおける一歩目を早く出す方法についてはまた次回に解説していきます。効率よく上達するにはトレーニング時間を増やすよりトレーニングメニューを変えるよりも重要なことがあります。それは失敗した時に何が悪くて失敗したのかを正しく理解するということです。それが曖昧になっているとたくさん練習しようがいろんな練習方法を試そうがなかなか上達しないのです。レシーブの基本姿勢が悪いのか、面の向きが悪いのか、ボールの当たりどころが悪いのか、目線が悪いのか、位置取りが悪いのか、一歩が出ないのが悪いのか、そういったことを可能な限り明確化してできないところを一つずつ丁寧に反復練習していけば必ず上達していきます。強いチームは例外なくレシーブが上手です。基本を反復し失敗を明確化して相手チームがうんざりするほどの何でも拾えるレシーバーを目指してください。健闘を祈ります。